はい、こんにちは。今日はね、電動大バサミやっていきたいと思います。以前作った大バサミ、これを最新の技術で作り直したいということで、行ってみましょう。まず中心部の可動部品はもちろんベアリングを使います。この外輪と軸が別々に動くので、ここに刃物をつけてハサミみたいな機構を作るってあたりまでは以前やったことと同じなんだけど、まずは基本を確認する意味でそれと似たような構造を作るところからやっていきます。ポイントとしては、物と物の間が狭いと意図した部品以外がくっついちゃったりするので、こういう可動部品を作るときはちゃんと稼働するかを確認しながら進めるといいです。よし、まあこんな感じかな。あとは持ち手をくっつけて、ひとまず基本的な動きとしてはこれでいいんじゃないか。とりあえず試し切りをしてみましょう。まあこんなもんかなってな動きなんだけど、問題があるのがベアリングの軸と外輪がぐねぐね動くことがあるんだよね。これね、固定してるときは問題ないんだけど、何回か付け外しをしたりしてるとぐねぐねするときとしないときがあるみたいです。っていうか、これ昔からある現象なんだけど、物の付け外しの順番で挙動が変わるのかな。正直法則はつかんでないですね。まあこの辺はうまく使い分けたいところでもあるんだけど、ひとまず今は置いといて、さっきの動きだと単純に刃物がぐるぐる回っちゃってたので、ここを改良します。噛み合わせの部分に斧を使ってここで動きが止まるような仕組みにしようかな。刃物はできるだけスレスレにした方がかっこいいんだけど、あまり近すぎると刃物同士がぶつかることがあるのと、ゴムと刃物がぶつかったりもするので、この調整が難しい。ついでに持ち手のところも調整して、さっきよりも動かしやすくなってますね。よし、基本的な構造としてはこれで良さそうなので、ここから電動の仕組みを組み込んでいきます。まずはモーターが必要なんだけど、確か船に予備があったはず。よし、これを使っていきましょう。で、簡単に話をすると、可動部品として使ってたベアリングの代わりにこのモーターを組み込むってな話なんだけど、それに合わせて接合位置とかを再調整していきます。で、ここに電池をくっつけて通電させると、ちゃんと動きますね。さらにトリガースイッチを使えば、トリガーを掴んだ時だけ通電させることができるので、良さそうなんだけど、ちょっと待ってよ。この構造だと両手でハサミの持ち手を掴んだ上で、さらにトリガーがあるので手が足りないですね。なんとか持ち手にうまく組み込めないかな。いっそ持ち手を
本体に近づけしてこんな感じか。これに合わせてまたいろんな位置を調整してこれでいい感じに動くんじゃないか。あれこれ構造上の欠陥と言ってもいいんだけど、動かしたい部品を手で掴んでる状態になってるので手で動きを止めちゃってますねそもそも発送の段階での欠陥と言ってもいいんだけど、とりあえず片手で動かしてみるとちゃんと動くので片手で使う想定で行ってみましょうか。ただ実際に動かそうとしてみるとこの世界では横に伸びたものをぶった切りたいシーンってのはそうそうないので縦というか斜めにする必要が出てくるんだけど、こうなってくると結構使い勝手が悪いですねとはいえ動き自体はかっこいいのでこのまま進めます。はい、若干の微調整をしたんだけど、ここから攻撃力の改良。こちらはブレードソーの回で使った刃物なんだけど、これで攻撃力アップを図ります。って言ってもね、今回の場合こいつには問題があるのも分かってて、先にその確認。こいつはもともと月攻撃を想定して作ってて、先が破損しても次の刃が使えるようにしてたんだけど、振り攻撃に使った場合破損した箇所よりも先が全部吹っ飛びますとはいえ解決方法は難しくなくて、これらを全部くっつけるための別の部品をくっつけます。ちなみに攻撃力の低い合金よりもさらにここに刃物をつけた方が武器としての使い勝手は上がるんだけど、あえて外側を刃物として使えないようにすることってハサミとしてのアイデンティティを確保してますとにかくこれで刃が欠けても段階的に使えるようになりました。じゃあこれをくっつけてこれで試してみると全体が重くなったせいかちょっと動きが鈍くなったかもしれない。今は電池1本で動かしてるんだけど、ここはコンデンサを使えばパワーが上がるんじゃないか。さっきよりかなり強めに挟んでる手応えがどっか壊れたか。確認作業で何回か試してると多分超高速で動くせいで軸がぶれたり、あとダメージがほぼ発生しないゴムでもこれだけのパワーでぶつかるとダメージが発生して破損したりするみたいですね。この対策としてはゴムパーツの位置や角度を調整したりもしてたんだけど、一定確率でダメージが入って結局何回か動かすと壊れちゃうんだよね。なのでコンデンサを使うのをやめて電池の本数で出力を上げることにしました。電池の本数を増減させながらちょうどいい出力を試してたんだけど、最終的には電池6本分で動かすようにしています。これでかなり安定して動くようになったかな。で、軸ブレに関しては両軸化をすることで
ある程度改善されるはずなので、それを試してみます。両軸化っていうのは、例えばそこにあるモーターみたいに両方に軸を生やす改造ですね。これはベアリングの軸がモーターに干渉しない現象を利用してモーターの軸にくっつけるってな改造方法なんだけど、中が見えないのでうまくくっつけるのは難しそうですね。ただこれには裏技があって、カメラをモーターの中に埋め込むことで中を覗くことができます。この状態でちゃんと軸同士をぴったり合わせればよし。で、この状態で両軸化自体は成功してるんだけど、この飛び出した側のベアリングの外輪をモーター本体に固定することで軸のブレをある程度制限できます。今回は両軸化そのものよりもこの軸の固定が主目的ですね。よし、まあなんやかんやってこれで電動大バサミが完成しました。よし、じゃあ最後にこれで交渉を壊しに行ってみましょう。まだその辺に一つあったはずなんだけど、ありましたね。ちなみに確認してる限りだとあれ以外であの辺にあと2つありますはいいとして、スライム邪魔これ以前の大バサミの回でも同じような感じなんだけど、至近距離が弱点になってるので一気に舞い集められると怒られますねちなみに大バサミの回ってのは3年半くらい前の作品で、動画投稿を始めてから最初の数個目くらい古いので、今となってはいろんな意味であまり見る価値はないですねまあなんやかんやってこちらが交渉。こいつを破壊できるか。いざ。一応ダメージは入ってるし刃を破損しながら削っていく想定ではあるんだけど、結構使いにくいかもしんないっていうのも対象が大きいというか、縦にも横にも斜めにも挟み込むことが難しいサイズなので、そもそも仮想敵として間違ってるような気がしますねこいつは実質下の刃が動く構造になってて、上の刃は飾りみたいなもんなんだけど普通に武器としては使えるので、こうなったら力技でぶん殴りましょうかっていうかハサミと石なのでじゃんけんだと必ず負けるんだけどとかなんとか言いつつもなんとか交渉を破壊することができました。ということで電動大バサミやってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。最後は無理やり感はあったんだけどそもそも戦う相手を間違えた感の方が強いですね。で、その辺のリベンジも踏まえてさらにこいつを応用したオリジナル武装を作ってみようかな。ということで次回は光爆式武装アギト
やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。